チェンバーボーン。アップデート6。干ばつ明けにスムーズに貯水すべく自動ギリッギリ注水システムを構築した我らがビーバー。途中資材が足りなくなりノリで余ってる土砂で滝の建設とか始めたけど、今回も真面目に町開発頑張るぞー。干ばつが終わり初めての注水システムの稼働、清水弁の微調整などをしてたらふと気づく。なんかあったんか？やっべえ、余った水を捨てる排水溝がない。それは稼働始める前に気づけよ。まずいまずい、このままじゃダム湖が溢れて大洪水に。慌てるレイムシ、汚水用の排水溝に水門をつなげこれを回避する模様。前に使ってた排水溝が2マスだったからここも2マスにしないと溢れる。パニックって工事グダグダ。水だばー。散々自動でギリッギリと言っていたのにこの手いただくよ。まあ初回はしゃーなしだよ。溢れないギリを見極めて貯水が終わったら排水に切り替わる微調整するよ。で清水弁の設定をして水を溜めててふと気づく。今度はどうした？やっべえ、排水溝深さが1足りてなーい。おいバカ溢れるだろそれ。水だばー。小屋町も水浸しコース。あわわ、急いで排水溝を掘り下げるのだー。パニックになり冷静な判断ができなくなったレイムシ、一時的に汚水用の清水弁から排水することすら気づけず。はっぱー、排水溝確保。なんとか大洪水回避。あとは高さ合わせて水門作り直して完了っと。以上、排水溝掘り下げなくても汚水用に使ってた清水弁で汚水清水両方流すだけで大丈夫だった件でした。そんな、終わってから言わないでよ。荒ぶった、心を癒す、泥の風呂。お、小麦が収穫されて泥場がオープンしたようだな。ブサオも思わずこの笑顔。こいつ愛嬌悪い顔してるよな。とりあえず貯水関連はもう自動でもいける環境になったし、これからは巨大建設とかにも手が出せるね。目指せビーバーの楽園。ゴリゴリほーい。で泥場を堪能した翌日、遺跡のスクラップが枯渇してたことに気づく。スクラップ採取場所が地下鉱山だけになった。遠くにあったこちらの遺跡も時同じくして消滅。これでマップの全ての遺跡がなくなった。重力バッテリーチャージ OK。精錬場稼働するぞ。スクラップ在庫残り900、当分は平気だが地下鉱山も再稼働が必要だな。地下鉱山再稼働するなら歯車の増産は必須。元浦山に工場を増築だー。ボットがたくさんいるから工場増やすのは簡単だぜ。シャフトは埋める。段差のない、フラットな職場環境をご提供。そして工場稼働とともに干ばつ22日が襲来。ちょい長めくらいだけど何の問題もないぜ。安心の貯水量。ビーバーの数をめっちゃ増やさなきゃハード最長の30日も超えられそうだ。工場の増築で原料となる丸太の需要が大きく増えると思われるので、灌漑水路周りを植林。お前、暇そうやなー。ずらっと建設作業員暇モード。小屋なんか仕事作ってあげなきゃ。だな。ビーバーたちの仕事を作るために、大きな風車をがっつり建てる公共事業を始めようと思い、建築方法を考え中。これは前にもちょっと説明してた、段差をつけることで詰めて配置できるのやつだな。高さ3以上なら前後1マスでいけますです。踏む突出部を使えばこういうのもいけると。立体的にぎっちり構造。いくつかパターンを作ってみたけど、やっぱり普通の足場さんを使うのが見た目スッキリで良さげ。資材的にも鉄いらんしな。サクッと作るならこれかな。でも動画投稿者としてこれはいかがなものか。レイムさん、突如動画投稿者論を語り出す。もっと見た目のインパクトがこのチャンネルそんな高尚な考え方してねえだろ。横方面も段差をつけて詰めて配置なら多少は珍しい？こっちの方がさっきよりかは面白い見た目。こんな感じになりそうろ。後ろにずらっとあるように見えるけど、横2列だけでございます。トリックアートみたいになってる。これならスペース節約できるから、後ろをさらに作ればぎっちり大きな風車が設置できるよ。設置予定地はこちらのデスマウンテン正規登山ルートの右側。板節約のため足場は使わず土砂で立体的に作る感じか。山の傾斜を活かしましょ。シャフトの接続を確認しててふと思う。これ作るの難しいかも。作業手順をミスるとビーバーはまったり建設できなくなりそうだ。設計忘れちゃいそうだし、一番下だけ停止にしてこの設計図は完成まで残しとこっと。小細工入りまーす。それではデスマウンテンメガ風車工事、開始だー。ご安全に。作業の邪魔になりそうだったので初期から町を支えてくれてた植林場を撤去。今までご苦労様でした。これはやばいやつかも。
工事難易度の高さに早くも後悔し始めるレイム氏。私はなんでこんなもん作ろうと思ってしまったんだろう。これ頑張れよ意識高い系動画投稿者さん。舌打ちすな。地形変更にシャフトの配置とかもあるから、作業手順一つ一つ指示しないとか。一気に建設指示出せない大規模設計は地獄だぜ。シャフトの設計低い列と高い列でちょっと差をつけて、見た目少しおしゃれにしましょ。ただでさえ複雑になってる工事を、ほぼ変わらない見た目のためにさらに複雑にする白麗氏の図。垂直シャフトが私のお気に入り。監督、ここ資材運び込めねえっす。マジで過去一で苦労してる工事現場かもしれん。私はなんでこんなことを始めてしまったのか。完成させて生きりたかったからだろ。大きな風車生産に使う紙が足りないので製紙工場を増地へ行く。歯車は増産したけどそういえば紙忘れてた。一列できた段階ですでにぐったりしております。はっばー。これがここがなってあれがなるから風車設置に入れるかな？監督、手前左葉っぱ忘れてます。畜生。誰だこんなクソ設計したやつは。あなたです。そうだった。やばい頭がバグりそう。思考力が着実に低下。これ葉っぱ寸増。全員退避。退避確認、安全確認よーし。葉っぱ。では、こっち来んなー。ジェンバーボット236号、爆散。ビーバーでなくてよかった。一歩間違えれば労働災害だ。ほんと気をつけろよ。さあせーん。おい。ジェンバーボットに感謝の念を、爆走。爆発事故でぶっ転がしておきながら爆破で見送るレイムさんは多分サイコパス。集合住宅裏の山が綺麗な更地になりました。これで右側の視界が開けて、汚水の源の山までいい感じに見えるようになったどう？少し見晴らし良くなった。重力バッテリーとの接続工事、シャフトは山頂から繋ぐ案もあったけどあえてシャフト見せる設計を採用。灌漑水路にシャフトを伸ばす。はっばー。干ばつ終了 0.8 日、周辺の整地やゴミの撤去も完了。シャフトの接続確認中、シャフトの接続確認中。なお、脳がバグってるので接続ミスに気づくのはだいぶ後のことである。そうなの？そして完成してふと思う。これそれほど映えないなと。工事に20日もかかったのにほぼカットで見た目も微妙な残念検知いく。荒ぶって画面を揺らすな、イラッとする。ごめんちゃい。なお、こちら大きな風車1機300馬力で、24機なので最大7200馬力程度と予想しております。だがシャフトミスってるので2000程度しか出てない。元の風車群が7500出てて実測で負けてるのず。糸かなし。取り巻工業区と重力バッテリーをつなぐ部分をきれいに作り直して、動力を接続しましょ。バッテリーが使えない間は風が止まると工場も止まる。手早くやるぞ。でもビーバーはまっちゃう構造なので手動で指示。もどかしい。てか大きい風車作ったら小さい風車壊して、土地を確保するつもりだったんだけど、動力足りないしどうしよ。もっと風車立てればええやん。当分風車見たくない。おい。いのー、ちの水。命の水が干ばつ22日の終了をお伝えします。結構水残りました。小さい風車群の動力12000、大きな風車接続後で15000。必要動力の3倍くらいのエネルギーが出力されてる模様。消えろ、クソ設計がー。こらこら。歯車の大量生産も稼働に乗り、在庫が1000を超えたので停止していた鉱山を再稼働。見てないうちに今度はスクラップがゼロになってる。また暇になった建設作業員。彼らには仕事が必要。建設作業員と運搬員の管理を一箇所に集約したくなったので、元浦山に拠点をお引っ越し。改めて見るとめちゃ多いな。新社屋建設だー。手を抜くなよー。ビーバーズラー。はよ拠点引っ越した後のお仕事も用意しなきゃ。だな。ほれ、新社屋お引っ越しだよ。強制勤務地変更。一段上に立ってたボット用の拠点もついでに引っ越し。さあここも吹っ飛ばして更地にすっぞー。大量のビーバーたちが一斉に設置開始。はっばー。これで高さが3にならされました。掘りすぎちゃったてへ。無駄作業入りまーす。ごめん埋め直して。元建設作業員の小屋跡地も段差が気になったので平坦化、ついでに汚水用のタンクを大きなタンクに更新。わっちゃわっちゃ。ビーバーが一生懸命働く姿は見てて飽きないぜ。です。
発破するのも楽しい。それは一部の爆破ジャンキーだけだな。こうズドンズドンと来るのもいいよね。さっき整地してた部分、さらに掘るってことはここ灌漑するってことか。開通。いいのー。あ、これは水位が足りなくて緑地化ができてないやつだ。これは下り。少し周りを盛り土して、ここまで水位を上げましょ。灌漑範囲を広げると蒸発範囲が広がるからほどほどにな。自動注水ギリッギリシステムが正常に稼働しているか念のため確認。町に水が溢れることなく、余った水だけ山の裏に排水されてるようだな。さあ干ばつよ、いつでもかかってこいやー。余裕のある貯水にここぞとばかりに生きっております。灌漑工事も干ばつ前にこんな感じになりました。農業や植林に使えるスペースが増えたな。そして干ばつが襲来。で最長一歩手前29日やないかーい。これは自動注水ギリッギリシステムの実力が見れそうだ。ではギリッギリシステム安定して干ばつも終わったところで今回はここまで。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。未来はもう目の前さ。